皆様こんにちは、セリナです。今回は2月24日発売、ディオールのディオールスノー UV シールドクッション、3月15日発売、ローラメルシェのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングトーンアップクッション、そして3月21日発売、クレドポーボーテのタンクッションエクラルミヌを比較しながらご紹介していきます。今回ご紹介するディオール、ローラメルシェ、クレドポーボーテは特にベースメイクも人気なブランドで、この3つは全てツヤ肌仕上がりのクッションファンデーションということなので、それぞれにどんな違いが出るのか、塗り心地や仕上がり、カバー力、そして自然光で見た時の違い、4時間後のマスク崩れとお直しに使った時にどんな感じになるのか、そして香りについてもご紹介しておりますので、新作のクッションファンデーションで悩まれている方に少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介するのはこちら、2月24日発売、ディオールスノー UV シールドクッション、3月15日発売、ローラメルシェフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングトーンアップクッション、そして3月21日発売、クレドポーボーテタンクッションエクラルミヌです。まず1つ目、ディオールのディオールスノー UV シールドクッションは、ローズの光を灯し、雪のような透明感へ導くスキンケアクッション。エーデルワイスエキスとビタミン C を配合。水や汗に強いこのスキンケアクッションは、SPF50、PA3+の保護力で肌を守りながら、一日中続く保湿効果で心地よい使用感。瞬時に健康的なロージーグロー肌を叶え、長時間潤いで満たしながら、使うたび雪のように明るい透明感へと導きます。気になる部分もしっかりとカバーし、瞬時にナチュラルで明るいツヤをもたらします。カラー展開は全3色で、私は3つの中で一番トーンが落ち着いていて、標準色に近い CO の07というカラーをセレクトしました。続いてローラメルシェフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングトーンアップクッション。儚いほどの透明感とほんのり血色、潤い宿る官能肌へ。ブランドが理想とする素肌感とカバー力の両立、フローレスフェイスを追求し、たどり着いた妥協を許さない一品。まるでファンデーションを塗っていないかと錯覚するほど軽く素肌コンシャスな仕上がりと、あらゆる肌悩みを忘れさせてくれるカバレッジを理想的なバランスで実現したフローレスルミエールパーフェクティングクッションのトーンアップタイプ。みずみずしいツヤ感に繊細な血色感が芽吹く儚いほどの透明感に満ちた肌へ。こちらは SPF50、PA4+で、カラーは全2色展開。私は標準的から健康的な肌トーンのライトローズのカラーをセレクトしました。そして3つ目、クレドポーボーテのタンクッションエクラルミヌ。朝露をたたえ華やぐツヤ肌。つけた瞬間から美しく、まばゆいほどのツヤが花開く。極上のダマスクローズから抽出し、ブレンドした保湿成分が肌に潤いを与えとどめる。まるで素肌から生まれ変わったように、みずみずしく華やかな仕上がり。使うたび香り立つローズの贅沢さ、本物の輝きをまとう幸福感に包まれて。SPF25 の PA3+で、カラーは全6色展開。今回は標準色のオークル10番をセレクトしました。それではまず、ディオールとローラメルシェを比較していきたいと思います。こちらの2つは、ディオールがカラー展開3色、ローラメルシェがカラー展開2色
という比較的肌の色を選ばずに使いやすい点や、ファンデーションとしてのカバーだけでなく透明感も得られるというところが似ているアイテムだと思います。今回はファンデーションごとのツヤ感などもしっかりと比較していきたいので、下地はファンデーションの仕上がりに影響が少ないイヴ・サンローランボーテのピュアショットエアリーライト UV50 を使用しています。それでは早速こちら側にディオールを塗ってみます。こちらはスキンケアラインから発売されているクッションファンデーションですが、手元で見た感じ、意外とさっぱりとした質感だなと感じました。肌の上にのせてみても、クッションファンデーション特有のオイルっぽさやベタつきは全く感じないので、さらりとしていて夏場にもすごく使いやすそうだなと思います。はい、まずこちら側にディオールのスノークッションを塗ってみました。スキンケアクッションとのことですが、ぬるぬるしたりベタベタしてしまうということがなく、肌にスッと馴染む感じなのに、この絶妙なつるんとした仕上がりがとても綺麗だなと思います。近くで見てもこんな感じで自然に肌に馴染んでくれるような質感でした。ただ乾燥してパサついてしまうという感じは全くしませんが、他のクッションファンデーションと比較すると水分や油分感が抑えめなので、肌表面の乾燥が気になるという方は少しだけ水分や油分が多めな下地と組み合わせた方がより塗りやすいと感じるかもしれません。そしてこのつるんとしたツヤ感だけでなく、ローズの光を灯し雪のような透明感へ導くスキンケアファンデーションというだけあって、まさにこのパッケージのピンクに発光するような感じが肌の上にも乗っていて、全3色展開のうち一番カラーが落ち着いている CO の07というカラーを使っていますが、この発光感で首から浮くことなくとても自然なのに柔らかさのある透明感も出してくれているところがすごく綺麗だと思います。香りについてはディオールスノーシリーズについている少し甘めのフローラル系という感じの香りがします。香り自体は少し強めです。では反対側にローラメルシェを塗って比較していきます。こちらのファンデーションはこんな感じで2色に分かれていますが、付属のパフにそのまま取って、この状態で直接肌になじませながら塗っていくのがおすすめとのことでした。ファンデーションカラーの部分とこのピンクのトーンアップの部分に結構色の違いがあるので、ちゃんと綺麗に肌の上で混ざるのかなと思いましたが、意外とこんな感じで簡単に馴染んでくれますね。そして既存のフローレスルミエルファンデーションと同様、こちらもかなりカバー力が高いです。コンシーラーなしでもちゃんと赤みや色ムラなどしっかりとカバーしてくれています。はい、こちら側にローラメルシェを塗ってみました。反対側に塗っているディオールはかなりハイカバーというわけでも薄付きすぎるというわけでもなく、ちょうど中間くらいのカバー力でしたが、ローラメルシェはコンシーラーなしでも気になる赤みやニキビ跡などをしっかりとカバーしてくれるハイカバーな仕上がりでした。そして肌の上でファンデーションカラーの部分とピンクのトーンアップカラーを混ぜ合わせましたが、塗っていくとこんな感じでちゃんとファンデーションカラーの部分でカバーをしつつ、頬の高いところに程よくピンクの血色感が乗るような仕上がりです。近くで見てもこんな感じでちゃんと肌の上で均一に混ざってくれるので、ムラになってしまったりカラーが固まってしまうということもなかったです。そしてローラメルシェは見た目通りのみずみずしくて滑らかなテクスチャーなので、乾燥が気になる肌タイプの方にもかなり使いやすいと思います。張り感のある生き生きとしたツヤがとても綺麗ですよね。香りについては原料のような香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手な方にもとても使いやすいと思います。それぞれアップで見るとこんな感じです。アップで比較してみるとカバー力とツヤ感の違いがより分かりやすいと思います。ディオールは肌にスッと自然に馴染むようなつるんとしたツヤ肌仕上がりで、カバー力は中間的。
ローラメルシエは生き生きとしたツヤ肌仕上がりで、しっかりと肌を覆ってくれるようなカバー力がありました。実際に肌の上にのせてみると、どちらもほんのりとピンクのツヤを感じられたので、その点もすごく似ているなと思いましたが、ディオールはピンクの柔らかさと透明感を感じるようなツヤなのに対して、ローラメルシエは生き生きとした血色感が乗るようなツヤなので、それぞれ仕上がりのイメージは違いますよね。より透明感のある仕上がりにしたい方はディオールがおすすめで、生き生きとした表情に見せたいという方はローラメルシエがおすすめです。はい、外の自然光で撮影しています。こちら側がディオール、反対側がローラメルシエです。自然光で比較すると、よりディオールの柔らかい透明感とローラメルシエのカバー感の違いが分かりやすいと思います。ではここから4時間後のマスク崩れについても見ていきたいと思います。どちらもブランドサイトに崩れに強いタイプという表記がありましたが、一応この上からルナソルのスムースクリアパウダーをブラシで軽く塗っておきます。それではマスクをして4時間過ごしていきたいと思います。はい、あれから約4時間、一度もお直しせずマスクをしたまま過ごしました。崩れについてどんな感じか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。崩れに強いタイプの下地とパウダーを使用したというところも関係していると思いますが、どちらもかなり綺麗に保ってくれていると思います。ただ若干ですが、ディオールは塗りたてよりもツヤが増したのと、ローラメルシエは塗りたてよりも全体的にファンデーションが薄まって深みなどが若干透けてきた感じはします。アップで見るとこんな感じで、よりディオールのツヤが増した感じと、ローラメルシエの全体的にファンデーションが少し薄まった感じが分かりやすいと思います。ただどちらも小鼻の横に汚く溜まってしまったり、毛穴が悪目立ちしてしまうということもなく、すごく綺麗に保っていると思います。どちらもツヤ肌仕上がりなのに、このくらい崩れに強いというのはとても嬉しいですよね。そして塗っている間も、ディオールはさすがスキンケアクッションファンデーションという感じで、肌に負担感もなく、肌が乾いてきてしまうという感じもなく、快適に過ごすことができて、ローラメルシエも高い紫外線カット効果とハイカバーな仕上がりだったにもかかわらず、ディオールと同じくらい軽いつけ心地で、乾燥してくる感じも気になりませんでした。どちらも肌表面も全くベタつき感がなくて、ディオールは塗りたてのような肌にスッとファンデーションが馴染んでいるような感じ。ローラメルシェも程よい膜感で肌を保護してくれている感じだったので、皮脂による崩れやベタつきが気になるという方にもとても使いやすいと思います。では皮脂が出ているところをティッシュオフして、まずはディオールからお直ししていきます。ディオールはテクスチャー的に水分と油分感が抑えめで、肌にスッと馴染む感じだったので、お直しとして上から重ねると少しファンデーションの厚みが増して使いにくいんじゃないかなと思っていましたが、意外とこんな感じでお直しとして塗っても綺麗に馴染んでくれます。はい、まずディオールお直しで使うとこんな感じです。テクスチャー的にあまりお直しには向いていないのかなと心配していましたが、全然そんなことはなく、こんな感じで毛穴や凹凸をきれいにフラットに復活させてくれました。程よいピンクのツヤも乗ってくれて、お直し用としてもいいですね。それでは反対側、ローラメルシエでお直ししていきます。ローラメルシエはこんな感じで、ディオールと比較するとかなり滑らかで、水分も油分も感じるタイプなので、上から重ねても全然汚くなることなく、ツヤが復活してくれますね。はい、こちら側ローラメルシエでお直ししました。ローラメルシエも適度な油分感があってみずみずしいテクスチャーなので、お直しとして上から重ねても問題なく綺麗に使うことができました。生き生きとしたツヤが戻ってくれるので、ローラメルシエもお直しにぴったりですよね。
お直しをした後の肌はアップで見るとこんな感じです。どちらも肌に残っているファンデーションやパウダーともちゃんと馴染んでくれて、とても綺麗な仕上がりでした。はい、続いてはこちら側にディオールを塗ってある状態なので、今度は反対側にクレドポーボーテを塗ってこの2つを比較していきたいと思います。クレドポーボーテはこんな感じで、後ほどローラメルシェとも比較しますが、今回ご紹介しているクッションファンデーションの中で一番軽くてみずみずしい質感です。こんな感じで塗った瞬間からスキンケア後のような濡れたようなツヤ肌に仕上がります。はい、こちら側がディオール、反対側にクレドポーボテを塗っている状態です。ディオールは滑らかでつるんとしたツヤ肌仕上がりなのに対して、クレドポーボーテはみずみずしい濡れたようなツヤが肌全体に乗るタイプでした。カバー力自体はディオールと大体同じくらいで、ナチュラルすぎずハイカバーすぎずなちょうど中間という感じですが、ファンデーションのカラー自体が落ち着いているのと、ディオールのような発光感のツヤというよりも、ミストを浴びたような濡れツヤ感という感じの仕上がりなので、このくらいの距離があるとディオールよりも少しだけカバー力は抑えめに見えるかなと思います。ただアップで見るとこんな感じで、滑らかなテクスチャーが毛穴や凹凸をカバーしてくれています。そしてディオールとクレドポーボーテでは塗った後の肌表面の質感にかなり違いがあって、ディオールは肌にスッと馴染むようなクッションファンデーションなのにベタつき感が全くない仕上がりですが、クレドポーボーテは軽くてみずみずしいオイルでスキンケアした後のようなオイル感が肌の上に残るので、負担感や重さはないけれどかなり肌がしっとりとしています。夏場でも乾燥が気になるという方にとても使いやすいと思いますが、結構オイル感が強いので皮脂崩れにはどんな感じなのか気になります。そして香りについてはクレドポーボーテの下地やファンデーションによく使用されている天然ローズオイルなどを調香した香りとブランドに記載がありますが、いつものベースメイクアイテムよりかなり香りが抑えめに感じるので、香りが苦手な方にもすごく使いやすいと思います。はい、外の自然光です。こちら側がディオール、反対側がクレドポーボーテです。自然光で比較するとよりディオールの滑らかなつるんと感とクレドポーボーテの濡れたようなツヤの違いが分かりやすいと思います。やはりカバー力はだいたい同じくらいです。では先ほどと同様ルナソルのパウダーをブラシで薄く塗ってマスクをして4時間後の崩れについて見ていきたいと思います。クレドポーボーテのこの保湿感が崩れにどんな感じの影響が出るのか楽しみです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。一度もお直しをしていないので崩れについてどんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。こちら側に塗っているクレドポーボーテは今回ご紹介している3つのクッションファンデーションの中で一番みずみずしくてオイルのような保湿感を感じたので、皮脂が気になる肌タイプの私には崩れが少し不安でしたが、4時間過ごしてもテカってしまったりドロドロに崩れてしまうということがなく、比較的綺麗に保ってくれています。ただアップで見るとこんな感じでマスクがよく当たる部分が少しファンデーションが薄まる感じはしますが、それでも汚く剥げてしまったり小鼻周りにファンデーションが溜まってしまうということもなかったです。とてもみずみずしいツヤ仕上がりで保湿力抜群という感じだったのに、皮脂崩れにも強いというのはすごく嬉しいですよね。そして肌表面を触った感じも皮脂によるベタつきが全然気にならないディオールと比較してもそこまでペタペタしてしまうという感じでもなく、程よいもっちり感を残してくれています。たださすがに小鼻の横は皮脂が出てきた感じはしますが、見た目としては汚く崩れる感じはしないので、気になる方はこまめにパウダーで皮脂を抑えてあげれば
全然使いやすいんじゃないかなと思いました。夏場でも特に肌の乾燥が気になるという方には、クレドポーボってとても使いやすいと思います。では、皮脂が出た部分をティッシュオフして、こちら側のディオールはすでにお直し済みなので、反対側のクレドポーボーテもお直ししていきたいと思います。こんな感じで、やはりかなりみずみずしくて軽い質感なので、お直しで塗っても全く問題なく綺麗に仕上がります。やはりみずみずしいタイプのクッションファンデーションはお直しにも使いやすくていいですよね。はい、こちら側クレドポーボーテもお直ししてみました。お直し後アップで比較するとこんな感じです。クレドポーボーテはみずみずしくて軽いオイルのような塗り心地なので、下にファンデーションやパウダーが残っていても綺麗に滑らかに肌表面を整えてくれます。クレドポーボーテは乾燥が気になる部分のお直しに使うと、瞬時に軽くてみずみずしいオイル感で肌を保湿してくれる感じがするので、乾燥対策として持ち運ぶのにも良さそうです。はい、そして最後、こちら側にローラメルシェ、反対側にクレドポーボーテを塗って比較しています。どちらもみずみずしいツヤ肌仕上がりですが、やはりこうして比較してみると、ローラメルシェのコンシーラーいらずのハイカバー感と、この中心のトーンアップカラーの血色感のあるピンクのツヤが、肌全体を生き生きとしたツヤ肌に見せてくれているのと、クレドポーボーテの自然なミストを浴びた後のような濡れツヤ感の違いが分かりやすいと思います。アップで比較してみると、よりカバー感とツヤの出方の違いが分かりやすいと思います。結構似ているかなと思った2つですが、こうして比較してみると全然仕上がりイメージが違いますね。そして肌表面を触った感じも、ローラメルシエはみずみずしい質感が肌を覆ってくれているような感じなのに対して、クレドポーボーテは肌表面に軽くてみずみずしいオイルでスキンケアした後のようなオイルっぽさが残っています。どちらも特に乾燥が気になる肌タイプの方にすごく使いやすいクッションだと思いますが、ファンデーション一つでしっかりとカバーしつつ、生き生きとしたツヤ肌に見せたいという方はローラメルシエがおすすめ。朝メイクするときはもちろん、保湿もしながらお直しもしたいという方には、クレドポーボーテがより使いやすいんじゃないかなと思います。はい、外の自然光です。こちら側がローラメルシエ、反対側がクレドポーボーテです。自然光で比較すると、よりローラメルシエの肌を覆うような生き生きとしたツヤ感と、クレドポーボーテの濡れたようなツヤ感の違いが分かりやすいと思います。そして4時間後のマスク崩れを比較するとこんな感じです。ローラメルシエは塗りたてがハイカバーな仕上がりなので、全体的にファンデーションが少し薄くなってしまうのと、クレドポーボーテもマスクがよく当たる位置は少しファンデーションが薄まる感じはしますが、2つとも塗りたての保湿感が持続するのに、小穴の横に汚く溜まってしまったり、テカってドロドロになってしまうということもないので、乾燥肌の方はもちろん、皮脂崩れが気になる肌タイプの方にも問題なく使えると思います。はい、ではこんな感じで、ディオール、ローラメルシエ、クレドポーボーテの新作ツヤクッションファンデーションを比較していきました。3つともブランドからの説明の通り、綺麗なツヤ仕上がりのクッションファンデーションでしたが、それぞれ仕上がりに大きな特徴があって、ディオールはつるんとしたツヤで肌全体を覆ってくれて、このパッケージの偏光ピンクのような柔らかさと透明感のあるピンクのツヤで自然に肌を明るく見せてくれるイメージ。ローラメルシエはハイカバーで血色感がアップするようなピンクカラーが肌を生き生きと見せてくれるイメージ。そしてクレドポーボーテはミストを浴びた後のような濡れたようなみずみずしいツヤ肌仕上がりでした。3つの中で一番カバー力が高かったのはローラメルシエで、ローラメルシエはファンデーション一つでコンシーラーなしでもしっかりと赤みや色ムラなどの気になる部分をカバーしてくれました。
そして今回ご紹介した3つのファンデーションはどれも塗っている間に乾燥してきてパサついてしまうということもなく、保湿感がとても高かったですが、その中でも一番崩れに強いと感じたのはディオールで、ディオールは塗りたてから肌表面にクッションファンデーション特有のペタペタ感やヌルヌル感がなく、肌にスッと溶け込んでくれる感じだったので、スキンケアファンデーションですが、皮脂崩れが気になる肌タイプの方でもベタつくことなく使いやすいと思います。反対に3つの中で特に保湿感が強いと感じたのはクレドポーボーテです。クレドポーボーテは塗りたてからみずみずしくて軽いオイルで保湿した後のようなしっとり感があって、このしっとり感が持続してくれるのと、乾燥が気になる部分のお直しにもすごく向いているなと思いました。そして最後、香りについては3つの中で一番香りが強いと感じたのはディオールで、ディオールスノーシリーズの少し甘めのフローラル系の香りがしっかりと香ります。こちらは香りが苦手な方には少し気になるかもしれません。2番目はクレドポーボーテで、クレドポーボーテの下地やファンデーションによく使用されている天然ローズオイルなどを調香した香りがついていますが、いつものクレドポーボーテのベースメイクよりもかなり香りは控えめなので、こちらは香りが苦手な方にも使いやすいと思います。そしてローラメルシエは原料のような香りがほんのりとする程度なので、こちらは香りが苦手な方にもかなり使いやすいと思います。同時期に発売された新作のツヤクッションファンデーションで、仕上がりイメージなど結構似ているかなと思いましたが、比較してみるとそれぞれツヤの出方や仕上がりイメージに大きく違いがあったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。